はいどうも、B 賞です。今日はコミックスシリーズのホットトイズ、アイアンマン、ステルスアーマーの情報が発表されたので、フィギュアのプレビューを中心に紹介していこうと思います。今回同時にウォーマシンのコミックス版も発表されてるんですけど、それについてはまた次の動画で詳しく話そうと思います。で、今回はこのアイアンマン、ステルスアーマーの情報に特化して話をしていきます。で、普段このチャンネルではホットトイズのレビューだったりカスタム動画を投稿しているので、興味のある方はぜひチャンネル登録をお願いします。登録者900人も突破して1000人までかなり近づいてきた感があるので、ホットトイズだったり他のサードパーティー製の6分の1スケールフィギュアに興味のある方はぜひね、チャンネル登録してくれると嬉しいです。はい、ということで本題に入っていくんですけど、コミックス版のホットトイズといえば、アイアンマンのコミックスバージョンがついに海外で発売されましたね。去年の夏頃だったかな、ちょっと忘れちゃったんですけど、そこから発表されて約1年ぐらいで発売されたということで、かなり前倒しというかね、早めの発売になったんじゃないかなと思いますね。日本でも1ヶ月か2ヶ月以内には発売されるんじゃないかなとも思うんですけど、今回発表されたものはその第2弾というか、コミックスシリーズをさらに盛り上げるようなフィギュアになってるんじゃないかなと思います。で、今回ね、このフィギュア唐突の発表でしたし、このフィギュア商品化するんだなっていうふうに思いましたね。で、結構最近プレリリースいっぱい出てて、例えばノーウェイホームのトビー・スパイダー、アンドリュー・スパイダーだったりとか、あとバルチャーですね。そういったプレリリースが出てる中で、こういったホットトイズを発表してくれるのも嬉しいは嬉しいんですけど、早く、特にノーウェイホームのホットトイズについては続報欲しいなと思ってしまいますね。で、このシリーズについては、ホットトイズの中でも特に人気のあるアイアンマンが今後映画に登場しないという風になると、過去作のリメイク、大キャストフィギュアとしてのリメイクだったりとか、こういうコミック版とかね、ホログラフィック版のような商品展開が多くなると予想されるので、今後さらに違うカラーリングとか商品発売されるんじゃないかなとも思いますね。ただ今回発表されたのはステルスアーマーということで、基本的なデザインは通常のスーツとあまり変わらないんですけど、カラーリングが特に特徴的かなと思いますね。全身青くて目だったりアークリアクタの部分が赤いというようなデザインになっています。このフィギュアね、かなり特徴的なのが、ちょっと今言ったんですけど、このカラーリングですね。特にね、このメタリックパーツの光沢感、塗装の技術っていうのがね、かなり素晴らしいなと思いましたね。とてもかっこいいです。顔のシールド、胸、前腕、腰の横のパーツが、それぞれ今回付け替えられるようになっていて、ブルークロームという色らしいんですけど、メタリック塗装が施されているパーツを付け替えることができます。このパーツがね、付け替えることによって、全体的な印象もかなりギラギラしたような印象になるので、とてもかっこいいなと思いましたね。で、つい最近発売されたアイアンマンでは、ここまでメタリックな塗装のパーツっていうのはなかったと思うので、今回このステルスアーマーで初めての交換パーツになるかなと思いますね。なので今回このメタリックパーツっていうのがこのステルスアーマー版の目玉になるかなと思ってます。そして普通のアイアンマンではアークリアクターだったり目は青白い色だったんですけど、このステルスアーマーのリアクターや目は赤く輝いていますね。しかもこのプロトタイプの写真を見る限り、なかなか濃い赤色に光っているので、実物どうなるかちょっとまだわからないんですけど、もしねこの写真と同じぐらい赤く光るのであれば、とてもかっこいいんじゃないかなと思いますね。この全身青の中にこの赤いリアクターっていうのがかなりいい雰囲気出してるかなと思いますね。で、ボディなどは全体的にクリアパーツに覆われてるんですけど、背中のパーツは開閉するような造形になっています。で、背中の上下4箇所が開閉して、その中の構造には通気口のような構造も確認できますね。こういうところも細かく造形されていてかっこいいポイントかなと思います。コミック版ということもあって実写のスーツと比較すると、機械感っていうのはあまりない流線形のデザインになっているのも特徴的かなと思うんですけど、これはこれでとてもかっこいいですよね。映画だとエンドゲームのアイアンマンマーク85だったりインフィニティウォーのマーク50もこういったデザインに基づいているかなと思うんですけど、個人的にはナノテクのスーツっていうのもかなり好みなので、この割と人間に近いようなスタイルもねなかなかいいんじゃないかなと思いますね。で、今回ねコミック版のアーマーがフィギュアになっているんですけど、コミック版ならではの人間的なシルエットが残っていて、それがちょうどいいバランスに見えますし、そういったポイントもねこのフィギュア素晴らしいポイントだなと思います。ただね個人的に微妙だなと感じるのが腕なんですよね。通常デザインのコミック版アイアンマンについても、今回発売されたので買おうか悩んではいたんですけど、この肩周りのボリュームがちょっと物足りないというか、ボールジョイント感が強いのが好きじゃないなというような感想があるんですよね。映画版の実写スーツに慣れてしまってるからかなとも思うんですけど、もう一層アーマーを重ねる
いうか、ちょっと肩を大きくしてほしいなっていうふうにも感じました。そこがちょっとね、個人的にはなんか納得いかないポイントですね。そしてホットトイズのアイアンマンといえば、ダイキャストフィギュアという点ですね。で今回このステルスアーマーアイアンマンについてももちろんダイキャスト製のフィギュアとなっています。なのでフィギュア自体もずっしりと重いフィギュアになるでしょうね。僕個人的にもマーク85で初めてダイキャストフィギュアを手にしたんですけど、開封した瞬間というか箱を持った瞬間っていうのはね、かなり感動しましたね。本当にずっしりと重たくて、気温にもよると思うんですけど、フィギュアの表面がね、冷たかったりするんですよね。そういったところもね、このアイアンマンダイキャストフィギュアというのを楽しむポイントなので、ぜひね、まだダイキャストフィギュア持ってない方はね、このフィギュアじゃなくてもいいので手に入れてほしいなと思います。箱からしてね、他のフィギュアとは違うような発泡スチロールで厳重に守られたパッケージになっていたりとか、そういったところでもね、特別感のあるフィギュアになることは間違いないんじゃないかなと思いますね。そして今回付属品はほぼないです。通常のスーツデザインの方では通常版とデラックス版があって、デラックス版の方にはトニー・スタークの作業場を再現したようなジオラマ台座だったりとか、あと工具ケースのような付属品があったんですけど、今回のこのステルスアーマー版にはそういった付属品や武器は付属せず台座のみとなります。商品の公式説明を読むと、ステルス製に重きを置いて設計されたこのスーツは軽量なフレームと引き換えに武器は少なくなっていますというような説明もあったので、そういった理由もあって付属品は最小限になっているのかなとも思いますね。これだけ特徴的なカラーリングで見た目も独特なので、特に付属品とかはなくてもポージング一つ一つをこだわることによって楽しむことはできるかなと思いますね。台座はよくある六角形の台座になっていて、細かくはちょっと確認できないんですけど、表面は機械のようなデザインになっているかなと思います。台座の色はフィギュアと統一感のあるような青色で、ネームのところにはアイアンマンと英語で印刷されています。続いて発売時期と価格についてなんですけど、今回の動画ではちょっと省略したいかなと思いますね。今までトイサピエンスだったりスタチトイズの情報を載っけていたんですけど、ちょっとスピード感を重視していこうかなというふうに思ってます。なので各種予約サイトで予約が開始され次第コメント欄の上の方に価格とか発売時期固定しておくので、またそちらを見てもらうでもいいですし、概要欄の方に各種サイトのリンクを貼っておくので、そちらから確認していただければと思います。でももし今後の動画の中ではやっぱり発売時期とか価格についても紹介してほしいというような意見があれば、そのスタイルに戻していこうかなと思います。なのでコメント欄とかでね、ちょっと意見とかくれると嬉しいです。ただ海外サイトのサイドショーの方ではすでに情報が公開されていて、価格は$375、発売時期は2023年の4月から9月となっていました。なので日本での価格、例えばトイサピエンスだったりスタチトイズでは一応4万円から4万5千円くらいの間で買うことができるんじゃないかなと思ってます。発売時期については幅が広いんですけど、早ければ日本でも2023年の春頃には発売されるかもしれないですね。というのも今回発売されたコミック版アイアンマンもかなり前倒しとなっているので、このフィギュアについてもほとんどねカラーリングが違うというようなぐらいしか違いはないと思うので、もしかすると割と早く手に入るかもしれないですね。そして買う買わないについてなんですけど、今作はね、とりあえずパスかなと思ってます。見た目的にはかなり魅力的かなとも思いますし、特にこのクローム塗装のねメタリックパーツなんかはかなりかっこいいんですけど、コミックス版にもね手出すとなると、他とは雰囲気が違いすぎるので、全部集めていかないと気が済まなくなってしまいそうな気がするんですよね。なので、一旦パスというか、今回我慢しようかなというふうに思います。通常デザインの方を我慢できなければ、将来的にはねこのスーツについても買うかもしれないんですけど、現段階ではパスとさせていただこうと思います。あと 1,2 ヶ月で通常版が日本でも発売されると思うんですけど、そこでどれだけね値段が下がるかとか、あとメルカリとかそういったサイトで買いやすくなるかっていうようなところもポイントかなと思うので、めちゃくちゃ値下がりするというようなこともあれば、コミックス版まず買ってそこでちょっとねこのフィギュアも再度検討していこうと思います。アイアンマンコレクターからすればねかなり魅力的で嬉しいコレクションになるとは思うので、ぜひ気になる方はね予約してみてはいかがでしょうか。はい、ということで、今日はコミックスシリーズの新作ホットトイズアイアンマンステルスアーマーの情報を紹介しました。今後アイアンマンのコレクションはねこういう方向性でいくのかなと思うと、ちょっと悲しいような気もするんですけど、他のキャラクター、例えばキャプテンアメリカだったりとかソーについてもコミック版今後登場するかもしれないので、続報については注目していきたいシリーズです。
同時に発表されたコミック版ウォーマシンについても別の動画で紹介するので、気になる方はぜひチャンネル登録をお願いします。近日中に公開予定となってます。そして概要欄の方に各予約サイトの URL も貼ってあるので、気になる方はそちらからさらなる詳細とか予約情報をチェックしてみてください。ということで、この動画いいなというふうに思った方はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。冒頭でも言った通り900人突破して1000人目前となっているので、ぜひよろしくお願いします。また概要欄の方に僕の Twitter や Instagram のリンクもあるので、そちらのフォローもぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。